さんこんにちは、よみと申します。3連休も終わり、今日からお仕事の方も多いんじゃないかなと思っております。私も今日からは仕事です。はい、でもですね、こうやって、3連休とかになったらその週は、5日が4日になるので、嬉しいなと思っているんです。週休2日の、方多いんじゃないかなと思うので、4日間、頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、でですね、私は昨日マクドナルドへ行ってきました。マクドナルドじゃなくても、いいのかなって思うんですけど、一番分かりやすいのが、マクドナルドなんですけど、行った理由っていうのは月見バーガー食べたかったからっていうのもあるんですけど、ですね、私は今携帯の契約は楽天モバイルでしています。で、Wi-Fi とかインターネット環境に関しては特に契約をしておりません。なので、パソコンで、インターネットに接続をするっていう風になった場合はテザリングを使っています。で、特にそれに関しても問題が今のところなくて、そのまま使えているんですが、一つですね、iPhone を使っていて iOS のアップグレードがあって、そういう時にはWi-Fi を使う必要があるので、そういう場所に行く必要があるわけなんですよね、しようと思ったら。なので、以前もMac へ行って、アップグレードしましたということでですね、1時間以上かな、1時間ぐらいですかね。一応Mac の Wi-Fi も1時間ぐらいか多分一旦切られるとかっていうことで、そういうのもあるんですけど、一応私は、前回もMac で、Wi-Fi を使ってバージョンアップしましたね。で、今回もバージョンアップできたので、無事 iOS16.0.2 という最新バージョンにすることができたんです。ただ今のところその大きな問題というか、楽天モバイルを使っていて、私はそんなにネットワークの障害に多分前に一時的にそういうつながらないみたいなことがあったかなと思うんですけど、それの時は特に私は多分使用に影響はなかったので良かったんですが、何かあった時のためっていうことでWi-Fi を契約した方がいいのかっていうのはいつも悩んでいるんですよね。で、その場合っていうのは他社でのWi-Fi で契約した方がいいかなって思いながら、で一番安定するのはやっぱり光回線をつなげた方がいいんでしょうけど、でも私は今の場所にずっと住むかどうかもわからないっていうのもあるんです。ある程度ここに、ずっと住み続けるっていうことが分かっていないと、携帯のですね、家に有線をつなげるっていうこともちょっとしにくいなっていうふうに思ってて、なるべく身軽で、いたいで、機器もそんなに置きたくないなっていうそういうふうに思っていますね。はい、ということで今のところは私は別で、そのインターネット環境を家にはそれがない状態なわけです。それがどうしようかなっていつも考えてはいるものの、安定して使えてるから、このままでいいかなと思いながら時々やっぱり時々じゃないと思うんですけど、仕事で転職活動をするっていう風になった時に在宅勤務で、募集しているところがあった時にやっぱり家に有線があることっていう指定が
ある企業さんとかもあるので、なんかそういう風になった時にはないなというかっていう風に思ったりするんですよね。なんか在宅ワークで、私は以前フルリモートで働いてた時があったんですけど、その時っていうのは職場からネットワークカードを借りていました。で今の職場に関してはテザリングでもインターネット環境は OK っていうことだったので、それで、私は今テザリングで接続してやっています。そんなに接続に影響してなんか業務ができなくなるってことはない状態だったりするんですよね。でなので今のところ問題はないんですけど、有線でとかっていう風になったらちょっと困ったなって思います。だいたい、自身でそのインターネット環境を準備するっていう風になると思うんですけど、そういう時に、考えさせられるなと思いながら、その他社の契約をされてない人っていうのもきっとその楽天モバイルを契約している方のなんかお住まいの地域によっては割と安定して、そんなに移動が伴わないような方とかであればなんか別で契約していない人もいるんじゃないかなって思ったりもしているし、なんかもしかしたらこのスタイフを使っている人の中でも、インターネットの契約を以前はしていたけど今はしていないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思ったりもすることでもあるんですけど、それで特に費用がですね抑えられるんだったらその方がいいかなって私は思って、しまうんですよね。やっぱり何かあるから、何かあるかもしれないからとかって言ってその Wi-Fi を持つっていうのもなんかありかなと思うんですけど、でもその影響がなければ普通に使えてて、何かなければ、このままで私はいいかなっていうふうに今はちょっと思って、いるところでもあるんですよね。はい、仕事を辞めることになるわけなんですけど、その後のことっていうのはちょっと今の段階での目処っていうのもちょっとついていない部分があるので、なるべくその固定費、生活に関わるものっていうのでもやっぱり月額に関わるものは最低限に抑えておきたいっていうことなので、サブスク的ななんか有料配信みたいなものに関しても私は一切利用したことがないです。余裕がなんか心にも余裕があってなんかそれこそ本当に時間ができるとかっていうようなことであればやっぱりそういうのも魅力的だなって思ったりするんですけど、私はあまりそういうのにはそこまで重要視はしていなくて、テレビは見れる方がもちろんいいなとは思うんですよね。なんかテレビを一時期解約しようかなって思ったことがあったんです。テレビを手放そうかなって。だけれどもやっぱりテレビは必要なものかなって今は思っています。はい、テレビを利用しなかったらサブスクはいるんだろうなと思うんですけど、でもやっぱりテレビはテレビで私はサブスクは利用していないっていうのもあるのでテレビは必要だなっていうふうに思っていますし、携帯に関してもこのまま引き続き楽天モバイルでの契約はした状態でWi-Fi に関しては今のところは他社での契約っていうのは考えていないんですけど、なんかどうしてもその今後のお仕事によっては在宅で考えるっていうようなことで他社での契約をした方がいい Wi-Fi 環境が必要だっていうようななんか指定があるとか、ちょっと有線とかっていうような指定があった場合っていうのは私はちょっと有線をあんまり引きたくないなっていうのが正直あったりするので、
そこは、考えてないっていうところになります。皆さんの中でもいろいろなインターネットの接続をされてると思うんですけど、私の場合は今は携帯1台だけっていうことになります。ということで、はい、今回お聞きいただきましてありがとうございました。